はい、どうもマテオです。今回はね、だいぶ昔の話になるんですけど、コロナ禍2022年4月にコーチェラの中日に LA で開催された KPP さんの単独ライブを見に行ったよという話です。この時期はね、バリバリのコロナ禍で各国入国規制をしていて、まずアメリカ入国前に到着24時間以内の PCR 検査の結果とワクチン接種証明書、あと宣誓書など必要書類を全て提出しないとフライトのチェックインができないっていうような時で、海外に行くことのハードルがかなり高かったですね。はい、でご覧の通りね、空港にほぼ人がいないという状態でしたね。はい、で行きのフライトはね JAL の子会社の ZIP エアを初めて使ってみました。機材はボーイング787ですね。で搭乗時間になっても搭乗ゲートに人が全然いなくて、でおそらくなんですけど、このフライトの乗客って10人いってなかったんじゃないかなと思いますね。ご覧の通りね、エコノミーの1区画に2人いるかなぐらいの感じですね。はい、事前に頼んでおいた ZIP の有料のアメニティですね。はい、LA に向けて出発です。ZIP エアのいいところは Wi-Fi がフルフライトで無料っていうところなんですよね。で JAL だと、フルフライトプランが18ドル、だいたい2600円ぐらいなんで、常にネットにつながってないと不安っていう人間にとってはありがたいですよね。通信速度はね、たまに1メガ出たりするんですけど、400キロ、500キロぐらいですね。メールチェックしたり、SNS 見るぐらいだったら十分ですね。はい、有料の機内食ですね。これ事前に頼んでおくんですけど、ほとんど寝てるんで、いらないかなと思っちゃいましたね。誰も乗ってないんでね、結局こうなっちゃいますよね。ほんとよく眠れましたね。ロサンゼルス国際空港に到着です。はい、3年ぶりにアメリカに来ましたと。アジア系の審査官の方に何で来たのって最初に言われて、どこで、コンサートの国があってどこでやるのって、そんなんでマジで答えましたよということで、はい、というわけで、外に出ます。これだね、ダークセイこれで、数年前まではUber とかライドシェアアプリの専用の乗り場が空港のロータリーに直接あったんですけど、その場所が混雑緩和か何かの目的でラックスイットという専用のちょっと離れた場所にある乗り場に移動していて、そこまでバスで行って、そこで Uber を呼んで市内に向かう形になります。ホテルに着きまして、その足で、PCR 検査、帰国用の PCR 検査を、受けに行きます。で、明日帰るんで、なるべく早く24時間以内に PCR 検査結果がないともう日本に帰れないっていう状況ですね。はい、今日は2022年、4月の18日、アメリカ時間でですよ、ロサンゼルスのダウンタウンにいますと。ここがちょっと場所的に便利かなということでここにしましたが、部屋がなんかね、ちょっとね、建物が古く感じるんだよね。新しいかっつうとそうではない感じがする。もう昔ながらのこれでもマリオット系のホテルだからね。普段ね、LA に来た時は安い日系のホテルに泊まるんですけど、
PCR 検査センターがこのビルの中にあるっていう理由で、今回はウエスティにしましたね。 Wi-Fi の速度はねだいたい90メガぐらい出てたんで十分ですね。PCR 検査終わって結果が24時間後っていうことなんで、最悪間に合わない可能性もあるというわけで、ホテルの周りでちょっとコンビニ探してるんだけど、全然コンビニっぽいものがなくて、でも空気乾いててすごい気持ちいいんだよね。でいや、ここはね本当にコンビニとかそういうものがちょっとないオフィス街だね、完全に。というわけで中のカフェで食うかもちょっと持ってきたラーメン食うしかないな。で結局地下にスーパーがあったので、そこで軽食を買いました。はい、今年もというかやってまいりました、ハリウッドの本田シアターですね。3年ぶりかな、前やったの。ちょっと音漏れしてますね。はい、というわけでリップで入りたいと思うんですけど、でこの時はねミート&グリートの特典があったので、その待機列ですね。他の国と違ってね、アメリカのファンの皆さんだけ結構ノリがいいんですよね。これ好きなんですよね、私。はい、終わりました。2022年、キャリアライブ終わりました。はい、というわけで帰ります。いや、いろんな人に会えてよかったですよ。はい。でこの時は日本から私ともう2人来ていたので一緒に帰りました。深夜のダウンタウンはね全くお店が開いてなくて24時間営業のデニーズで、夕飯を食べました。VIP チケットのノベルティですね。で翌朝ねPCR の検査結果をメールでも来てるんですけど、それを印刷したものが多分必要だっていうことで検査センターに受け取りに行きましたね。はい、ちょうど今10時、ちょうどじゃない、10時7分です。チェックアウト一応チェックします。大丈夫、忘れ物なしで。で、なしね。で、ウーバー呼んだんですけど、全然来なくて、こちらからメッセージを送ったら、あ、今行きますみたいな感じで、なんか10分ぐらいしたら来ましたね。はい、で、空港に戻ってきました。なんかいつもと雰囲気違うなと思ったら工事してた。これはね工事してたら分かんない話だ。帰りは JAL ですね。ちょっと会社用にねお土産買うんですけど、毎回これですね。で所用を済ませて、この場所に来るとね、なんか毎回日本に帰るんだなっていう気持ちになりますよね。帰りの機材は777ですね。滞在時間28時間30分ということで、はい、成田に向けて帰国します。やっぱりねこの価格見るとね ZIP エアの Wi-Fi 無料はいいなと思いますね。帰りの1回目の機内食ですね。水を頼んだらお菓子持ってきてくれました。2回目の機内食ですね。はい、成田に帰国です。でこの後はコロナの、検疫ですね。
まず、出国した時の PCR 検査結果といろいろな書類を提出して、でさらに成田空港でPCR 検査を受けて、で T2 のサテライトと本館を結ぶ長い通路あるじゃないですか。あそこにパイプ椅子がすごい並べられてて、でそこで PCR 検査を待つっていう形です。もう成田に着いたのが5時なんですけど、3時間検疫で PCR 検査とかやって、結局もう8時半ぐらいでね、3時間半ぐらいかかって。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。